はい、どうも岸田模型です。今回はこういった飛行機の完成品の梱包についてお話ししようかなと思います。以前にもですね、同じ内容でビデオの方を作ったんですが、基本的にはあれと同じになります。保管するときとか、あとは展示会とかに持っていくとか、そういうことってあると思うんですが、そういう時にあると便利な収納用の箱の作り方をですね、ご紹介したいと思います。で、飛行機の模型なんですけど、車とか戦車と違って、ちょっと全体が、デリケートですよね。アンテナが立ってたり、ミサイルついてたりと。なので、車とか、あと戦車とかですか、と比べるとちょっと梱包が難しいかなっていう感じがしますね。で、それのうまい、お手軽といえば、そこまでお手軽ではないのかもしれないんですが、比較的簡単にできる梱包の方法をご紹介したいと思います。私一応雑誌で作例とかやってるんで、東京の方に、私札幌に住んでますから、東京の方に、送る必要があるんですけど、その時も同じ方法でやっております。で、今回はこの一番手前にあるこの F16 ですね、こっちを梱包してみようかなと思います。まずは材料ですね。こちらを使います。スチレンボードですね。スチレンボードで、これが厚さ 10mm のものを使用して製作します。これは100均で買えるやつです。そしてテープですね。布テープと両面テープ。あとは発泡スチロール用の接着剤を使います。あとはですね、このスポンジですね。ちょっとこれ切れっぱなしで汚いんですけど、これは隙間テープのスポンジです。はい。このスポンジを少し使います。材料は以上となります。それでは梱包していくんですが、飛行機の場合、持つところって難しいと思うんですよ。いろんな出っ張りとか繊細な部分があって、基本的に主脚ですね、ランディングギア、タイヤはその梱包の箱に設置させないように作ります。ここ弱い部分になるんで、設置させてしまうと変に力かかったり動いた時に折れちゃう可能性があるんで、ここは絶対つけません。なのでこういう感じで浮かせて箱の中で固定するっていう感じになりますね。ただ、この F16 の場合、下面も結構こう爆弾とかミサイルがついてますし、なかなか安定して置くよう設置できるような場所って少ないんですよね。少ないと思います。で、上面は比較的この主翼の上面とか平らな部分があるんで、裏返しにしてこう置いた方がいいかなと思いますね。裏返しにして主翼上面と、機首とかキャノピーあたりに支えをつけてやって、こう浮かせるような感じで固定しようかなと思います。で、ちょっと製作していきますね。まずはこのサイズに合わせて底の板を切り出していきます。次にこの底板に台座をつけていきます。台座がつく部分を底板にマーキングしていきます。台座をつけていきます。高さの方は、だいたい測ってその数値を目安に切り出しています。両面テープと接着剤を使って底板に取り付けます。機首部分を置くところも作っていきます。ここも寸法は厳密ではなく現物合わせで製作しています。台座と模型が接触する部分には一応傷をつけないためにスポンジを置いておきます。
主翼の部分には前後方向に動かないようにストッパーを設けておきます。この部分は台座のところを高めに作っておいて、主翼がはまるように切り抜いてもいいんですが、今回ちょっと高さがギリギリだったので、このように後付けして付けました。そしてここにもスポンジを取り付けておきます。高さを測って横の板を切り出します。まずは横板は片面のみ取り付けていきます。横板は両面テープで仮止めしておいて、布テープで固定していきます。蓋の板を切り出して、蓋側にこの模型を固定するためのブロックを取り付けます。ブロックを取り付ける位置決めをしてからブロックを切り出していきます。ここも台座の時と同じように大体の寸法を見て切り出していきます。蓋を合わせてみて高さを調整しつつスポンジを貼り付けて蓋の方は終わりです。あとは残りの横板を固定して蓋をテープで固定して取り外せるようにして箱の方は完成となります。はい、というわけでできました。所要時間はですね、だいたい1時間かかってないですね。4、50分っていう感じかなくらいです。はい、こんな感じになります。はい、もしこれがどっかにどこか遠くに送るとかっていう必要があるときは、さらにこういう台座とか補強しますけど、こういうところとかですね、補強して作りますが、今回はしまうだけなので結構簡単な作りにしました。ちょっといろいろ慌てて作ったのでちょっと雑ですがしまう分には全然問題ないので、はい、こんな感じですね。でこれだと蓋をした時点でがっちり中のものはホールドしてあるので、こう縦とかでもにしても大丈夫です。これ結構比較的簡単だと思うんですけど、これでもめんどくさいと、もっと手軽に持っていけたりするもの、保管する方法のものを最後に紹介します。それがですね、こちらになります。はい、こちらですね。はい、でこれも基本スチレンボードで作ってあります。先に作った箱の下部分だけみたいな感じですね。これもちょっと裏側にして固定してあるんですが、こういう感じで置いてですね、この爪楊枝一応マスキングテープを巻いて強く擦れたりしないようにしてますが、これで固定するとこんな感じですね。これちょっとごめんなさい、箱がなくしちゃったんであれなんこの台座だけ残ってたんですけど、これちょうど多分合う箱があったんですよね。それに合わせて作ってます。なんでこの箱の蓋がこれ落ちないようにその高さでストッパーみたいな感じになってますね。はい、こんな感じで段ボールですとか大体合うようなサイズの箱があったらそれにバンと入れちゃうみたいな感じで、はい、これは本当急遽作ったやつなんであんまりおすすめしませんが、ちょっとそこら辺に持っていくくらいであればこれで十分かな。展示会とかですねとかで持っていくくらいのはいけるのかなと思います。ただこれ取り外しの作業がやっぱり必要なんですよね。箱からこう出す時とかそういう時に壊しがちなんで、これは本当に箱の蓋で固定してあるので、これは本当にこの箱を外すだけで、あと取り出すだけっていう感じになってるんで、こっちの方が
トラブルは少ないかなと思います。これは僕個人の感想というか経験に基づいているものなので、そんなんで壊さねえよっていう人は、よくある方法で輪ゴムとかで留めるやつもありますが、そういう感じでやってもいいのかなと思います。はい、参考の一つにですねしていただければと思います。それでは今回はこの辺でということで、ご視聴ありがとうございました。また次回。